はじめまして、やみこです。今日から YouTube を始めていきたいと思います。イェイ。はい、というわけで、僕が何者かっていう話と、どんな YouTube をやるのかっていうことについて、ちょっと今日は自己紹介がてら話していきたいかなと思います。僕は今ですね、ニューヨークのブルックリンという地域、地図で言うとこの辺に住んでます。何しに来たかっていうと、今、ニューヨーク大学という、大学の大学院で、名前がですね、ティッシュスクールオブアーツインタラクティブテレコミュニケーションズプログラムという、クソ長ったるい学科に今いるんですけど、やってることとしてはですね、テクノロジーとアートっていうのでどういったことを社会にインパクトを与えていくかみたいなことを扱う学科です。なので、ティッシュスクールオブアーツっていうのがニューヨーク大学ティッシュ校と言われるアート学部みたいなものですね。ティッシュ校の中には、この辺の大学の話はまた詳しく別の動画でやりたいなと思うんですけど、例えば演劇とか舞台演出とか学ぶ学科もあって、そういうところはレディー・ガガとか結構有名人が割と出てる学科です。僕はそこでないので全く関係ないんですけど、で、ニューヨーク大学自体は、いわゆる総合大学で法学部もあれば医学部もあるような大きい大学です。ニューヨークにシティにいれば、ニューヨーク大学って言えばみんな知ってるくらい規模で言えば早稲田、慶応みたいなぐらい人がいっぱいいると思ってもらえば大丈夫です。で、僕がいる学科は、インタラクティブテレコミュニケーションズプログラムっていう、いわゆる ITP と呼んでるんですけど、ITP と言われる学科に今僕はいます。昨今コロナの影響もあったので、僕は、実は入学したの去年の9月なんですけど、こっちに来たのは、10月。この動画を撮ってるのは2月3日。嘘しました。5日です。2月5日。なので、来てからだいたい4ヶ月ぐらい経ってます。もともと来てすぐ YouTube 始めようかなとか思ってたんですけど、実は来てから1ヶ月、Airbnb に住み、でそこから大学の同期の友達に一部屋空いてるからうち来ないって言われて2ヶ月間そこに住み、でその後今ようやくこの家にやっと引っ越してきたのが年末っていう感じでちょっといろいろバタバタしてたこともあり、それっぽい動画は撮っておいたんですけど、ちょっと使えるかどうかも分からず、一旦こう撮っとくかぐらいのテンションで撮っておいて、もしかしたらそういう動画も出せるかなと思ってるんですけど、っていう感じでようやく腰を据えてと言いますか、ちゃんと動画を始めれるようになったかなと思ってます。僕のバックグラウンドの話からすると、僕は今28歳で、もともとはですね、東京都立大学、今は都立大学という名前です。僕がいた時は首都大学東京の、システムデザイン学部、システムデザイン学科、インダストリアルアートコースっていう、またこれもクソ長い名前なんですけど、いわゆるカタカナばっかでちょっとすごいアホみたいな感じになってますけど、僕がいたのはいわゆるデザイン学部みたいなところにいました。で、デザイン学部の、そこの学部と、修士までそこにいて、リクルートという会社に、入社しました。で、リクルートっていう会社では、1年半ほどいたんですけど、デザイン的な業務、デザインといってもいわゆるアプリのデザインをするっていうのもあれば、ユーザーの体験をどういうふうに動かしていくかとか、どういうふうにやればユーザーが使いやすく思ってくれるかみたいなことを、いわゆる UX デザインと言われるような領域をやっていたのがメインです。で、あと僕はもともとデザイン学科に入ったきっかけも、物を作るのはすごい好きだったんですけど、物を作るときに前提として形が思い浮かべれるとか、設計ができる、全体感が分かるとか、そういうことが必要なんだろうなと思ってデザイン学科を選んだわけなんですが、デザインを学んでいるうちにデザインってそれだけだとハリボテだったりするんですよ。実行できないとか、すっごいかっこいい造形なんだけど実現可能性が全くないっていうのもたまにあったりします。もちろんね、それをちゃんと考えるのもデザイナーの仕事なんですが、それをやっていくうちにその中身を知らない、中身はどうやって作られていくか。例えば車だったらかっこいい車の造形を考えたけど、それは実はすごい燃費が悪いとか、形的にはこの空気の抵抗がすごい受けるから燃費が悪くなっちゃうとかっていうのって実用的じゃないという話とかがよくあるんですけど、そういった時にやっぱりその中の例えばエンジンなのか車体の素材なのかわかんないですけど、そういったものを知らないとトータルで考えるみたいなことができないのかなと思って、僕はそのエンジニアリング、僕はソフトウェアとか、いわゆるアプリケーション、あとはハードウェアみたいなそういうことも含めて考えていきたいなと思ったので、エンジニアリングを勉強することにしました。
それをやり始めたのは4年生ぐらいからプログラミングとかも含めてハードウェアハンダ付けしたりとか電気回路設計したりとか、修士までそういったことを勉強した感じです。またなんか詳しいことは別で話せればいいなと思います。それを終わった後に、リクルートに入って1年半ぐらいデザインエンジニアとしてデザインのことをしたり、ソフトエンジニアリングとして、プロトタイプを作ったり、プロトタイプっていうのはいきなり製品としてのすごいクオリティのものを作るんではなくて、何かを検証したい時に一旦その動くものを作って確かめてみるみたいなことを、プロトタイピングというんですけど、そのプロトタイピングみたいなことができるためにはエンジニアリングとデザイン両方が必要だったので、僕はその学んだことを生かしてそういったことを業務としてやってました。で、その後はですね、研究室の先輩後輩と一緒に会社を立てまして、でその会社でデザイン取締役として参画して、で今もその会社では一応在籍はしてるんですけど、その会社に1年半ぐらいいた時に、僕がそのやりたいことに関してちょっと振り返る時期があったんですけど、振り返った時に僕の研究テーマって何だろうって考えてて、で研究テーマとしてはヒューマンオーギュメンテーションってよく言う人体拡張ってやつですね。なんだそれと人体拡張ってなんかアーマードスーツみたいなの着て機械した人がなんか自分のパワーより強いパワーを出せるみたいな、そういうイメージかもしれないですけど、それも一つ人体拡張だと思うんですが、常識だと思ってたことが覆ったりとか、認識がそごったなんかいわゆるアハ体験みたいな、懐かしいですね。アハ体験って言っても分かんないのか今通じないかもしれないですね。こう思ってた常識が違うっていう認識があった時にうわってなる感じを人体の感覚を通してどうやって作っていくことが結構好きだったので、僕が今まで作ってきた作品とかを振り返るともっと深掘りしたいなと思って留学を決意しました。なので、社会人としては3年くらい経ってから留学しようと思って、そこから1年ぐらいかけて勉強して受験してで今に至るという感じですね。なんで今なのって話はあんまり根拠はなくて、早ければ早いほどいいだろうって思うことも一つだし、2年間この ITP では卒業までかかるんですけど、2年間経つと僕は30になるわけです。なので、30手前にそう一歩へ成し遂げたいなと思ったこともあって、会社のメンバーには無理を言って留学させてくれと。僕の会社はそのアカデミックに関してはかなり文化として大切にしていきたいという側面があって、代表も今東京大学で博士をやっているんですけど、そういう側面もあって、行ってきなよと言ってもらえたという感じですね。で、僕がなんで人体拡張っていうテーマで研究したいなって思ったかっていうと、人体拡張というキーワードはですね、東京大学の歴本研究室、歴本先生という方が提唱している理論であるんですけど、その人体を機能を拡張することとか認識を拡張することで、新しい体験とか思考っていうのを想像できるようにするというような研究テーマだと思ってもらえばいいと思います。で、僕はですね、それを技術的なアプローチも当然あるんですけど、ちょっとアートとしてのアプローチがしたいなと思って今ニューヨーク大学の方を選んだんですけど、当然東大の歴本研もすごい興味があって、いつか博士で行ったりとか関わりが持てたらなとは個人的には思ってます。過去に僕が作ってきたものとかを自分で遡っていくと、結構そういったことの体験を作ったりとか、そういうプロダクト、ものを作ったりとかっていうことがすごい好きだなと思ったので、そういった今研究テーマを置こうと思ってこの勉強を始めることにしました。このチャンネルでは大学でどんなことをしてるかとか、僕が結構特殊だと思ってる点としては、大学を出て、もしくは大学院を出て社会人やってから大学院としてもう一回入る。で、僕の場合は大学院出てからもう一回大学院別の修士号を取りに来てるんですけど、というような人ってあんまりいないのかなと思ってて、というのも僕が受験しようと思った時にあんまり見つけられなかったんです。それ僕の情報収集力不足かもしれないですけど、情報が届かないところにあったっていうのも含めて、僕からも開示してみようかなと思って、みんなの力になれたらなと思ってこのチャンネルを始めることにしました。あとは今コロナのせいもあって、どうしてもやっぱ海外旅行って難しいじゃないですか。なので留学とかも含めて結構諦めちゃう人いるかなと思ってて、実際街どうなってるのとか過ごし方どうなのとか、
なんかそういった話とかをできればいいなと思ってます。で、それだけじゃなくて、自分がどんなことを学んでるかとか、学んでることの還元じゃないですけど、ハンズオン的にプラクティス動画みたいな、ハウトゥー動画みたいなのとか、出していけたらなと思ってます。そう。留学に来るとですね、留学に来るとというか、僕の大学院の今、この ITP の学科は全部で120人ぐらい、1学年にいるんですね。なので、2年生も合わせると、多分240人ぐらいいるのかな。ちょっと全体で何人いるか、正確には分かんないんですけど、そんだけいると、いろんな国からやっぱり来るんですよ。多いところはやっぱ中国、韓国、インドで、ヨーロッパは実はあまりいなくて、ヨーロッパの人もちらっといるぐらいで、あとはアメリカに住んで、もともとアメリカに住んでる人っていう感じで、実はなんとですね、日本人が僕しかいないんです。これは結構僕も蓋開けてびっくりしたんですけど、120人もいるし、1人ぐらい日本人いるだろうと思ってたんですよ。と思ったら、過去にはもちろんいます。僕のいた学科の卒業生にはもちろんいて、2つ上の代にはとても優秀な日本人の方が、1人いらっしゃいました。で、僕もその人とはつながったんですけど、当然今は卒業されて日本に帰られてしまったので、会うことはできず、完全に日本の文化は共有できないというか、日本人として共有はできないっていうところがあって、そういった生活も僕としては結構刺激的だったので、刺激的なだったところを皆さんに共有できればなと思って、文化の違いとか常識の違い、それも文化の違いかもしれないですけどとか、僕、こっちに来てお前英語どうせペラペラなんだろうとかって思うかもしれないですけど、英語は、マジで喋れないです。あんまり未だに、4ヶ月ぐらい経ちましたけど、授業でたまに何言ってるか分かんないなって思うこともあります。単純に単語を知らないとか、その文化的に知らないとか、そういったことも結構あって、日本で多分感じてる悩みって英語が難しいから留学しにくいとか、向こうで恥かきたくないとか、そういう話が多いかなと思うんですけど、その辺も含めてちょっと共有とか、いやそんなことないよっていうところをちゃんと見せれたの。もちろんね、美味しい話というか、綺麗なところで見せようっていうよりは、僕は結構実態をちゃんと見せたいと思うので、飾らずにというか、はいはいお前ニューヨークに来た留学生なみたいな感じにはしたくないので、そこら辺はちゃんと実態を見せていけたらいいなと思っております。人体拡張みたいな話とかも、アートを絡めてできたらなと思うし、あとは個人的な人体拡張としては、メイクをするのがたまにちょっとこのコロナ禍で、日本にいた時からメイクにちょっとハマっちゃいまして、その練習とかの風景をメンズメイクって言われるものから女装まで幅広くできたら楽しそうだなと思ってます。この顔から女装で変われるんかみたいなところをちょっと楽しみにしてもらえればと思うんですが、今回このチャンネル名やみことやゆよって名前になってると思うんですけど、僕はやみこです。で、やゆよって誰みたいなになると思うんですが、僕がですねこっちに来てから、知り合ったというか、突如バーチャルな世界から迷い込んできてしまったニトリやゆよくんっていう子がですねいまして、で僕の研究テーマ、さっきも言った人体拡張と言ったんですけど、人体拡張っていうことにおいて、僕は結構バーチャルとリアルの融合みたいなことにすごい興味があるんですね。で、今日本だと結構 VTuber って流行ってきてる、わかんないですね。この留学チャンネルとかを見る人が VTuber を知ってるかどうかわかんないんで、それも含めてちょっと紹介なんですけど、 VTuber っていうのは、いわゆるバーチャルな世界から来た子たち、ちょっと待って、これやめよういわゆる、バーチャルな子なんですね。なので、ちょっとやゆよと一緒にこのチャンネルを、僕の研究テーマもデジタルとリアルの融合の部分が大きいので、いわゆる AR、VR、MR って言われるような XR という領域の話とかも含めて、一緒にやゆよと一緒にできたらなと思って、います。で、やゆよくんは、こちらです。ドン。皆さんこんにちは。僕の名前はニトリやゆよです。デジタルワールドから来ました。
ヤミコとはニューヨークでばったり会って、僕が元の世界に戻れなくて困ってた時に、一緒に帰り方を探そうよって声をかけてくれたのがきっかけで仲良くなった感じです。帰り方を探しつつも、せっかくなのでこの世界の文化とかデジタルの世界もヤミコと一緒に見て勉強できたらなって思ってます。はい、これからよろしくね。はい、というわけで、僕がやるのは結構そのニューヨークのリアルな部分とか現実という意味でのリアルですね。でバーチャルの方、例えば、パソコンでやるような話とか、僕がコンテンツとして結構ゲームは大切な文化だと思っているので、ゲームの話とかは、バーチャルの話、ゲームの話、プログラミングとかの話とかはやゆよがしてくれると思って、もらえたらなと思います。なんかね、2人でコラボして話すとかもちょっと考えているので、新しいスタイルの YouTube を楽しんでもらえたらなと思って頑張って作っていきたいと思います。あとやりたいこととしては、せっかくなのでね、VTuber の友達とかを100人作りたい。なんでって言われると難しいんですけど、もうちょっと文化として広げていきたいっていうのがあって、僕すごいあれなんですよ。ここにニューエラっていうこれ帽子なんですよ。ニューエラっていう帽子の中でもドラえもん書いてあるじゃないですか。ドラえもん書いてあるちょっとキャラチックなやつとかも含めて、僕日本のポップカルチャーが大好きで、僕の MacBook とか今こんな感じになってるんですけど、ジャパニーズポップカルチャーをこうレペゼンしていきたいので、ポップカルチャー今代表として、バーチャル YouTuber ですね。バーチャル YouTuber の、そういった文化をもっと広げていきたいなと思っているので、バーチャル YouTuber の友達を100人作りたいと思っております。はい、というわけでちょっと長くなりましたが、自己紹介と、チャンネルの趣旨という感じで、僕がどんな人なのかとか、どういうことをしてるとか、どういうことをしたい人なのかとか含めて紹介になったかなと思うので、よかったらチャンネル登録と、いいねボタン、また動画のシェアなんかもしてもらえたら嬉しいです。はい、というわけで、自己紹介動画でした。さようなら。